か。お呼びしようかな。うちの先代が手打ちは機械を使わないそういうこだわりがあって、本当の純手打ちだね。エビ天からきしめんですね。麺がすごいもちもち。めちゃくちゃ美味しいし、店主が大好き。4代目になる。でここは108年目か70年とか通ったりするんで。スタミナうどんとかね、煮込みうどん、こういうのが主ですから。ご飯が食べたくなるよ、うちの味噌煮込みは。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。もう多分これがこう開けると今度ガスになっちゃうから、もう灯油の釜作ってないからさ。佐野さんは何代目なんですか4代目になる。でここが108年目か。一番最初の歴史はひいばあちゃんが料亭の娘で、ひいじいちゃんが丁稚に行ってそこで修行しとって、そこから瀬戸へ出てきて、本当は蕎麦屋やるかなって言ってたんだけど、うどん屋がなかったんで、うどん屋をやる。そこの料亭の名前が門木っていう名前だったんで、うちのひいじいちゃんが三三郎っていう名前なんで、三つと門木を取って門光って名古屋城の堀のとこにあった料亭なんで、80年前はあったってことはね、空襲があってから80年経ってて、その時に燃えちゃってなくなったんで、出てきてからも20何年はあったんかな。すごい歴史があるんですね。歴史がわからないからさ、ひいばあちゃんやひいじいちゃんおらんからさ、この店がまあなくならないように頑張るんだけど、もしなくなったとしても誰かが覚えててくれたら嬉しいよね。佐野さんは今おいくつなんですか57歳になります。お若いですね。あ、見た目が子供はまだはちっちゃいんで、上の姉ちゃんが28やけど、下の娘は13歳なんで、中華そばやるんで。中華スープ鶏ガラとかなんですか。鶏ガラでこれね、一日中火つけてる。休みにもこれ悪くならんためにずーっと火入れに来て、正月の何日かの休みだけ空にしちゃうけど、あとはずーっと持たしちゃう。店来るのは365日かな。長期休みとかも取らないんですか。その時は何か考えて誰かに火だけ入れてもらうように。年末は31日2時ぐらいまでやるんで、年越しそばやるんで、朝方寝て2日休んで、3日目がここで大概新年会なんで、慣れないお酒を飲んで新年会やりながら年明けのスタートの仕込みをしちゃうんで。お酒飲めないんですか。あんまり飲めないです。楽しいで飲んじゃうんですけど、その時は。でも体が偉いんで。ソウタガツオと室サバに室アジ。味噌煮込みが出るときはね、むちゃくちゃ出し取らなあかんもんで。冬場はもうほぼ味噌煮込みが出ますか。味噌煮込み多いね、うちは。夏でも辛い味噌煮込みあるんで、スタミナのニンニクと赤唐辛子が入ってる。これはすだちのうどんの白つゆ冷やさなあかんもんで、これに入れて、結構な色がつくでしょ。コロ作るんだけど、コロの冷たいうどん作る時のために半分ぐらい冷やして、これはかけうどんとのつゆだけど、それと違うのを合わせてコロの下地作るんで、開店前まで水で冷やしといて後から合わせる。冷
冷やしたうどんの下地と、うちは丼もんの下地ある。カツ丼、天丼、そんなやつをブレンドして。金飛びの志賀製粉っていうとこ、金飛びさんが多分一番最初に売りにしたやつかな。一回変えてみたけど、うちは昔からこれやから。うちの先代がうちは機械を使わないってそういう断りがあって、これが一番大変なんだけど。足で踏んだりしないんですか？一人よ。その前に手でこね取るとこが少ないやら。機械はじゃあ一切使わないんですか？うん、機械はね、中華そばとおそばを切るのに使うだけで、うどん、きしめん、煮込みに関しては本当の純ってうちだね。うどんはどのぐらい休ませるんですか？さっき踏んだやつは、はいまたもう一回踏み直して1時3時ぐらいまで置いといて、そっからちぎり出しやって30分1時間ぐらいしたらもう一回きれいに。ほんで出すのは大概明日からいいやからね。暑さと湿気とでうどんもなかなか大変なんですよ。昨日の湿気でね、うどんがちょっと柔らかめになっちゃうのかな。茹でるまで吊るすんですか？いや、そんなことない。乾いたらしまって、最終的には昼前にもうあと2枚ぐらい打って、ピークの12時ぐらいにここにかけてあるやつを。今日も湿気強くてムシムシして湿度が高いとしっかりとかかってない状態になるかもしれるんで、気にして湿度っていうか塩の部分を多くするんだけど、昨日の夜とかもっとあったと思うからさ、仮面の中で寝かしてるうちに乾燥させるとしまう時につかなくなる。うちみたいに手で切って手で伸ばしてってやっとるところはこうやってやった方がいいよね。このままかけておければまあいいけど、どういう時はこうやってブチブチブチって切れて弱いところから落ちてっちゃうんで、やっぱカラッとしないから乾ききらない。今も湿度 60% やけど肌が綺麗になるんで。この間豊揚さんに教えてもらったとこやけどね、俺はもう一回踏むよって言って、俺もそうしようかな。豊揚さんはうちの芋うどんが世界一うまいっていうらしいでほんで13キロぐらいかな。大体1日ってどのぐらいお客さん来るんですか？土日の忙しい時だとマックスで200で、今これが売っとるのが80いくつかな。そばや煮込みや中華そばで丼もんがあるもんで、うどん自体は100ぐらいかな。中華そばも人気なんですか？中華そば結構出るね。返しうちのおふくろが嫁ぐ前から変わってないと思う。お母様おいくつなんですか？ 84でまだお店に立たれてるんですか？立ってますね。あ、自然薯10年薯。あ、珍しいですね、うどんに入ってる。それがあれで遠方から結構食べに来るんで、10月の半ばから今年は4月の終わりがけぐらいまであったけど、取れる取れんもあるんで、気候もこんだけ変わってきてるんでもう分からんけど、旬は12月から2月ぐらい。その人の好き不好きがあるからさ、最初の頃は青臭い、でもそれが好きっていう人もいるし。芋の味を感じられるものなんですか？もちろん全然違う。1日どのぐらい炊くんですか？多い時だと4升5升ぐらい、暑い時だと半分ぐらいになっちゃう。冷たいうどんばっかりになっちゃうんで。これ上じゃない、もう切るよおでんって1本いくらなんですか？100円で。安いですね。まあこれでもね、あげたんだよ。1年中やってるからさ、夏場でも空になる時は空になるよね。売り切れたら終わりですか？じゃあいや、まあ足しながらやっちゃう。土日忙しいんで間に合わなくてもう入れても入れてもっていう時はありますけど、多い時だと何本ぐらい出るんですか？丸と空になるで200本ぐらい出る時があるんじゃないかな。おでん自体のメニューも昔からなんですか？そうですね、僕は子供の頃からあったと思う。これは冷たいうどんの汁でちょっと甘いんで、これで味が整うんで。
ってない？お水の代わりにだしで、具材はもう昨日のうちに炒めて味付けしてあるんだけど、茶碗で15杯ぐらいかな、4合ぐらいだけど具材が入る分で5合ぐらいになるかな。もうこんだけしか炊かないんで1日。姫たけのこってたけのこがあるんで、これみんなおでんの具材とかしわとたけのこ。カジキはもう定番メニューですか？そうですね、定食につくんだけど、カジキばっかりですね。瀬戸の市場から買わさせていただいて。定食の天ぷら選ぶと、この3種類と玉ねぎの天ぷらがつくっていう、白いご飯か五目飯かあって、結構ボリュームありますよね。まあね。これはね、去年から始まったメニューの鶏天すだちおろしっていうやつの柏の天ぷら。一回揚げといて、2度揚げするとカリカリっと揚がるんで、増えてくもんね、だんだんやることが増えてく。昔ながらのもうなくすとさ、たるがある人がいるから。今何品ぐらいあるんですか？丼そばと全部いっちゃったら100とかぐらいになっちゃうんじゃないかな。私は門水のおばあちゃん、5月で84年。すごいお元気そうですね。そうでもないですけどね、まあ何にも仕事やらずにおると頭がボケておかしくなるでしょ。やっとった方がいいでやってます。私は揚げ物、薬味を切ったりね、野菜の皮むいたり掃除したりでやることがいっぱいあるでしょ。揚げ場だとやっぱ経験がないと。60人やる。このお店自体は何年ぐらいなんですか？前はね、100年のよう経っとった建物だったけど、壊して建て直ししてから52年、初めからここの場所だよ。これこう両方ともみんなで真ん中だったから、後ろも前も全部ね、子供さんたちももうみんな嫁に行ったりとかで、孫ができても亡くなっとる人もあるでしょ。昔はね、朝8時ぐらいからこう仕込みがあるから入って、夜12時まで営業してたんですよ。10時半ぐらいから。おはようございます。はい、おはようございます。母ちゃんの同級生で、豆腐屋のおばさん、豆腐を持ってくるの毎日何十年もずっと通っとらせる人だよ。お客さんが定食とか頼まれるとちょこっと何かつけてあげたいもんだからおまけでつけとる。でもなくなったら終わり。昔から来てくれてる常連さんもいますか？親子3代ずっと続いてきてる人もいる。陶芸家のね先生の息子さんなんかでも今息子さんが先生で頑張ってやってみるけどね、息子さんがまたずっと来てくれとる。土地柄の陶芸家の方とかいらっしゃるんですね。多いですよ。瀬戸はやっぱり陶器の町だからね、いろんな人が見えるでね、ありがたいですわ。おじいちゃんが来てお父さんが来てまた息子が来て、東京の大学に行ってね、瀬戸を離れても来ると門水のうどんが食べたいでって言って一番先に言うって言いやすね。ずっと来てもらっとるってことはまあなんとか気に入ってもらっとるかなと思って。こういうね、切り干しでもね、私たちと同級生のおばさんがね、無農薬で大根作ったやつで、自分で手で切ってるからね、なんで連なってるの、こうやって。こんなになっとるがんってて、お客さんが思うかもしれんけど、ほんでもう、体にはうどんの出汁でこうやって似てるから、ちょっとはいいかなと思うね。今はみんな添加物ばっかりやもんね。煮物とかにされるんですか、これ？彩りがいいもんで、うん、ちょっとこうつけたりとかね、たけのこの味噌和えの横にこれをくっつけたり、サラダに入れたりするの。お客さんもみんなだいぶ昔と変わってみんないろんなもの食べるようになったよね。やれないことはやれないけど、まあやれることならと思っちゃうもので、だんだん仕事が増えてくね。これを煮たつゆが返しになる。の上に乗せる大豆なんだけど、唐揚げが変わってて、生姜とニンニクのこの
ベースのタレを唐揚げに絡ませが唐揚げなんだうちのね、その唐揚げのタレを使ったまかないに作ったようなやつがメニューかだから増えていっちゃうね。これはメニューにでまあ冷ましといて冷たいうどんにのせて出汁を見るために一杯味噌汁飲んでおでんを食べるとある程度わかるんで、はい食べよう。おでんはすごかったよね。俺もうどん入れてはい、いらっしゃい。はい、どうぞ。大エビとか。大エビにしようかな。大エビ天から出るね。冷たいやつね。こちらにしましょう。何でも選べますので。きしめん。大エビ天からきしめん、あとエビおろしきしめんです。入れて横。エビおろし。お待たせしました。エビおろしになります。エビおろしこちら。これ大エビなのでこちら大エビね。それから五目と白大盛りカレーうどん。はい、あきらくん。もう花ちゃんも何粒目くらいですか？どんな転職をお探しですか？これはない昔ながらの SB で。どうですか？後で何より。はい、いいですか。はい。冷やし中華の定食ね。そうそうそう。何から覚える？冷やし中華定食。なんか一人で
麺がすごいもちもち。麺が美味しいです。初めてです。初めてですけど、グループホームをオープンしたものなんです。昨日から内覧会やってるんですけど、そこに来られた方々もここは本当美味しいから行った方がいいよって昨日も言われたんで来てみました。これからご近所なんでちょこちょこ来させてもらおうかなと思ってます。パターンや骨盤が後ろに倒れているなりやすいのが特徴になります。骨盤周りの歪みたりできる秘密を教えていただきます。ご覧のようなパネルをいくつも驚かれると思いますよ。そして何といっても今回の5240円です。そしてこちらを釣りましょうね。よく来られるんですか？週2ぐらいかな、昔から。おすすめのメニューあります？ここは手打ちうどんとかスタミナうどんとかね、煮込みうどん、そういうのが主ですから美味しくいただける。なくなる頃に出るで見てよ。自分のことばっかしゃべる。二度揚げすることによってカリッと。これは特に味付けとかは全くなし、すだちが乗ってるんで1個乗って半分ずつ、1つはつゆの方にかけて1つは鶏天の方にかけるとさっぱりして、もうそれだけで十分。だしもあるんでそれで十分食べれるんでね、サクッと。はい、いらっしゃい。で、運営会社の申しまして、はい。初めてですか？ここは初めてじゃない。何回も来て。今日は何を頼まれたんですか？一番目についたで、鶏天すだちうどんでいどうですかお味？いんじゃないですか。はい。はい、ありがとうございます。カレー丼と野菜サラダです。あ、本当。あそこも100年近いんだ。安くて美味しいって言ってみれたね。店で忙しい時だと2時までに100人いますね。30ちょっとぐらいかな。じゃあ3回転ぐらいするんですね。3時間でするね。土日になら80ぐらいは来る。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。機械で作っとるわけじゃないからさ、太さもいろんな太さがあるから、茹でる時間の基本を13分にしてるけど、15分かかるやつもありゃ10分で上がるやつもあるんで、ちょこちょこ見ながら。おじいちゃんが言っとったけど、麺は面倒見るのだから、釜の中入ったら量を少しずつ足してさ。はい、お湯に。
ちょっと固めに茹でといて、でここからまだ湯の中に1回くぐらして戻してあげると、ほんとツルツルっと食感が出るんで、わかる？ツヤが出たの。どのぐらい前から来られてるんですか？ 20年ぐらい。あ、そうなんですか。会社が近いから大体きしめん。私はね、慣れるとこっちの方が遅いからだいぶ違う。大事なお客さんやね、本当に週5分ぐらいからそうなんですね。慣れちゃっとるからさ、そう思っとるのは俺だけかもしれんけどびっくりするよ、70年とか通ってる人いるで。ロースの長いの1本買ってとんかつは用意出ます。うちは肉をね70年とかずーっとその関屋さんっていうところで他では買ったことがない。そこもいいものを持ってきてくれるね。お豆腐屋さんもずっとですか？で私が嫁に来る前からもっとずっと買ってるから、もう70年80年ね、もう長いですよ本当に。親の代からずっとです。で昔はねオラード使ってたけど、もうさっぱりがいいもんだからサラダオイルしか使ってないので、ほんで仕事楽しいですか？他のことをね何もかも全部犠牲にしてこの店ってやってきてるから考えられんね。あんまり長く休むともう退屈でしょうがない。こういうことをやって一日があっという間に過ぎる。煮物やったり漬物やったり、これからきゅうりができるときゅうりのからし漬けとかつけとくとものすごくおいしいおいしいってね、お客さんが分けてくれって帰りに買って持ってかれる人もいるぐらいで、そういうのが自分の生きがいみたいなもんだ。忙しいとねこんなんか満タンになる。はい、味噌カツ。天ぷらもサラダ油？もちろん毎日新品。胃もたれ専用ね、油がきれいだから。だしきしめんところうどんでお願いします。小カツ丼2つ。スーパーの。映れるよ、揚げも。変化系やっぱりいいよ。写真見ますみたいな。すだちめっちゃ美味しいわ。私は何回か来てて、
初めてめちゃくちゃ美味しいし、店主が大好き、喋りやすくて顔も覚えててくれたり、近くでお店やってる飲食の方がすごく来られてて、その人に連れてきてもらったんですけど、みんな仲良くてアットホームな、楽しくて今でもたまに来ます。今日2人結構がっつりっすよ美味しいんでペロリです。なるほど。じゃからうどんから串中華に。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。はい、お待たせしました。エビ天から串ですね。でも中からどうもすいません。とらうどん、とら串中華です。このうどん屋20歳ぐらいの時に1回戻って23ぐらいの時にまた出てって40に戻ってきて代が変わって 9年目。お父様はまだ亡くなっちゃったね。親の言うこと聞くような子供じゃなかったけど、たまに親父が喋ってた言葉が思い出されるよね。実妻があってくることがたくさんあって、親父たちはやっぱ苦労して育ててくれたなっていうのはこの仕事の大変さを知ったら感謝が増えるよね。やっぱ頑張ろうかなじゃなくて頑張らなあかんって思いますよね。取る時はあるけど、でもその時だけは1時半でも半がやって言って1時半の時に出汁を取り始めたけど、もう空になったんで3時ぐらいに1回店閉めて、でも表で大垣から来てるんで外で待ってますからいいですかね。その間に出汁作って麺もう1回打って5時ちょっと前ぐらいに開けれたもんで、そんなようなこともあったね。はい、いらっしゃい。よいしょ。はい、いらっしゃいませ。製麺技術はやっぱお父様とかから自分がやれなくて悔しい思いした時があって、先代に教えてくれんかって言ったら分かったって言って、朝早くみんなが来る前に3日間教えてもらって、その後に「お前子供の頃から見とるで俺直したのでお前自分でやってみよう」って
でそのまんま親父に最初に教えてもらった塩の加減とかそういうやつで自分でやって、でも硬くてうどんが硬いんできしめんまで伸びない分厚いきしめんができて、量考えたら親父がこんだけぐらいの水を入れなさいって言ってから、季節によっては塩水が足りなかったりするんで加水しなきゃいいんだけど、その加水をしずに無理やり僕がこねちゃって踏んでたから、それは伸びないんだよね。しばらくしてからって分かって、それからは良くなったけど。怒られることあんまなかったんですか？よく喧嘩しました。今思うといい親父で、この仕事大変だからこうやってやってくれたなって思うと、昔は出前とかもやってたんで、雨の日とか雪の日とかにも出前して食べさせてもらったなと思うと、本当に感謝しなあかんなって思う。まだ肌が汚いじゃないですか。2時間ぐらい経ったらもう一回本丸このまままた亀の中にしまって、今度の会も子が来るじゃんね、はい、練習しに一緒にどっか行くんだけど、どこにしようかなと思って、一番最初は豊明家に行って、次が猫がほら恵比寿屋さん、パリパリのやつうちもやらさせてもらうもんです。あ、そうなんですね。パリパリが美味しいからさ、人見知りうどんっていう名前のメニューになるんですか？もうそう金貝さんどうですか？まだまだ時間かかるよね。でも煮込みはさなんとか出してるからさ、俺も食べに行ったけど美味しいし、よそで食べる煮込みと思ったらうちに近いなっていうのはやっぱ思うね。俺が教えたやつやで、まあもちろんそうなんやけど、これから先頑張って手打ちがやれるようにって本当に思ってる。いい子やもんね。スタミナの味噌煮込みとか中華とか、そういうのにこれを入れて使ってるね。ニンニクと唐辛子、これからニラで、夏バテ防止でさ、こういうの食べるといい。干してさ、これできれいにしたやつをこうやって皮むいて、これをまたこれスライスして入れて使ってる。ものすごい数のニンニクだよ。手がねものすごくね荒れて痛い。でそれをねどこどこで買ったやつ何月何日って書いてね、冷蔵庫の中に入れといて、これもみんな私の仕事。やっぱりこれが食べたいで来る人がおる。なんでご飯が食べたくなるよ、うちの味噌煮込みは。4時ぐらいだけど